この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は iPhone 17と同時に Apple からリリースされた新型の USB 充電器を分解レビューしていきます。この充電器なんですけども、40W と 60W の定格電力を使い分けるという面白い充電器です。具体的には短時間定格電力が 60W、連続定格電力が 40W の充電器となっています。ちなみにこの動画は後編となっていて、前編の動画ではこの充電器の動作検証をしているので、まだ見ていない人は概要欄のリンクからぜひ見てください。実際に分解を始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚$35。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひ色々と試してみてください。まずは前回の動画ではあまり詳しく話さなかったスペックや温度上昇、電力変換効率に対して考察していきます。まずはスペックについてです。このスペック表は同じ電力クラスの USB 充電器の比較です。Apple の充電器は定格電力が2つあるので、45W クラスと 65W クラスの2階級で比較します。まずは 45W クラスとの比較です。体積や質量なんかを見てみると、実は 45W クラスの他の充電器とあまり変わらないようなスペックとなっています。重要なのが下3つです。1つ目は体積あたりの電力。この数値が大きいほど充電器としての性能は高いです。1立方センチメートルあたり 1W を超えてくると割と高性能な USB 充電器となります。Apple の充電器を見てみると 0.69 なので、頑張って小型化しているという感じではなさそうです。2つ目は表面積あたりの電力です。最近の USB 充電器、熱の管理であったり放熱が重要と思っているので、この項目を入れています。充電器自体が出す熱にもよりますが、基本的には数字が小さいほど放熱はやりやすいです。Apple の充電器は 40W の充電器としては大きめなので、表面積あたりの電力は 0.43 と小さくなりました。つまり放熱には有利ということです。3つ目は質量あたりの電力です。軽くてハイパワーなものほどこの数字は大きくなります。Apple の充電器は電力の割には重い充電器なのでこの数字になりました。実際中身に何が入っているか楽しみですね。Apple の充電器は短時間定格 60W でも動作可能なので 65W クラスの他の充電器とも比較してみます。全体的に体積、質量は同じクラスの充電器と比較すると小さくなっています。体積あたりの電力は 1.04 で割と高性能となっていますが、計算の基準となる 60W の電力は短時間定格であることは忘れてはいけません。表面積あたりの電力もこのクラスと大体同じくらいなので、放熱的には全然いけるレベルですね。質量あたりの電力は同クラスの充電器と比べると軽いので、数値的には高くなります。ここまで比較してきましたが、スペック的には 60W を連続で動作しそうな雰囲気はします。なんですけども、実際の動作としてはサーマルスロットリングをかけて基本 40W で動いて短時間 60W 動作という風になっています。内部に入っている回路の基本設計は常時 40W プラスアルファぐらいに設計しておいて、一応 60W でも短時間なら動くぐらいに設計しているのかと思います。次は温度についてです。前回の動画でも登場しましたが、サーモグラフィーでの温度測定では最高温度65度程度となりました。このクラスの他の USB 充電器と比べると割と控えめな温度上昇です。Apple の充電器が75度とか80度とか激アツになるぐらい攻めた設計にするとブランドイメージ的にあんまし良くないんでしょうね。ちなみにこちらに映っているサーモグラフィー映像で一番熱くなっている部分がありますが、ちょうどこの下に変圧器が入っています。次は電力変換効率についても見ていきます。こちらが測定結果です。横軸は充電器の出力電力、縦軸は充電器の変換効率です。入力電圧は交流 100V で USB 充電器の出力が5から 20V の間で測定を実施しました。効率は全体的に高くて、かなり幅広いレンジで 92% を超えています。しかも 40W 以下のよく使う電力のレンジで効率は高くなっていました。もしかしたらこういう風になるように狙って作っているのかもしれません。
最高効率は出力電圧 15V の時で 92.5% でした。この 40W クラスで 92.5% は他の充電器と比べてもトップレベルの効率の高さです。参考としてアンカーナノ2 65W の効率を出しますが、最高効率は 91.3% です。ナノ2の発売日は2021年7月で、もう4年以上経過している古い充電器なので、古いものと新しいものの比較になってしまうんですけども、それでも Apple の USB 充電器の変換効率は高いです。入力電圧が交流 200V の時の効率測定もやりました。簡単に説明すると 20V 60W 出力の時に最高効率が 93.2% となっています。100V の時と比べると大電力出力時に効率が高くなるようにグラフの形が変わりました。ここからようやく USB 充電器を分解していきます。この Apple の USB 充電器、価格は6480円でして、他のメーカーが出している同じクラスの USB 充電器の2倍くらい値段が高くなっています。分解することでこれがブランド分の上乗せ料金なのか、それとも製品自体のコストが高いから値段が高くなっているかというのがわかるかと思います。とりあえず外装部分を取り外しました。中身はこのようになっています。同じクラスの USB 充電器とは放熱の設計がかなり違っているように見えます。このクラスの USB 充電器ですと、中身にサーマルインターフェースマテリアル TIM というんですけども、熱伝導シリコーンタイプの TIM を内部に充電する方式が多いです。そのやり方を採用すると TIM を隙間なく充填できますので、筐体全体を使って熱を拡散することができます。なんですけども、Apple の充電器は TIM の充填は特にしていないようです。その代わり外装部分の内側にグラファイトシートを貼り付けていました。最近の USB 充電器だと TIM を充填しているものばっかですので、Apple の充電器のようなやり方はあまり見かけないですね。TIM をたくさん使うのとグラファイトシートを使うのってコスト的にどっちが有利なんでしょうかね。コメントお待ちしております。部品の固定方法なんかも見ていきます。Apple の充電器は部品とか配線を固定するための樹脂部品が結構使われていますね。組み立てとか難しそうです。あと見ている限りですと結構お金かけてそうな作りをしています。他社の充電器ですと TIM を充填しているので TIM 自体が部品を固定する役割も担っています。とりあえずこの段階で読み取れる部分をさらに詳しく見ていきます。充電器の回路部分を見てみるとプリント基板は1枚構成のようです。最近の USB 充電器で 45W から 65W クラスですと基板を2枚から3枚使っている構成のものが多いです。なんですけども Apple の場合は樹脂部品を使うことで部品や配線を立体的に配置してプリント基板を1枚構成としています。こちらは電源プラグが接続される金属部品なのですが、この部分からして金のかけ方が違いますね。他社の場合、電源プラグと接続するところは、配線を生やしてハンダ付けをするか、もしくはプリント基板に剥き出しの銅箔を作って接触させる方式なんですけども、Apple の場合は、こういった複雑な形状の部品にフィットするように、プラスチック部品を作って、さらにその部分へ部品を通してという風になりますので、製品の組み立てもちょっと大変そうですよね。近くにある白い部品は入力回路のフィルターとして使われているフィルムキャパシターです。これもすごい接続をされていて、おそらくプリント基板から伸びてきたバスバーが樹脂の間を通ってフィルムキャパシターにハンダ付けされるようになっています。USB 充電器でここまでする設計は見たことはありません。なんというか、ハイブリッド車とか電気自動車の駆動用インバーターを見ている気分になります。次にこの辺りは入力部分のフィルター用インダクターですね。フィルター回路は結構大きいですね。こちらは電波整流回路の後に接続される並活用電解コンデンサーです。部品自体が結構大きいので樹脂部品でしっかりと押さえつけるように固定されています。プラスチック部品で固定できないような電解コンデンサーについてはこのようにテープで固定されていたり、弾力性のある多分シリコーン樹脂かなんかで他の部品とくっつけるように固定されています。こちらの電解コンデンサーなんかは同じ部品同士を固定するのに透明な接着剤が使われていました。USB-C のレセプタクル部分はプリント基板に直接ハンダ付け実装する形ではなくて、このように金属の足が生えているような接続方法となっていました。
USB ケーブルの抜き差しで力が加わる部分なので、ハンダ付け実装ですとハンダが割れたりして接触不安定になり、長期的な信頼性が少し不安になります。なので、このような接続方法をすることで、ケーブル抜き差しの力を逃がせるようにして長期的な信頼性を向上しています。同クラスの USB 充電器でこういったレセプタクルを使っている機種は見たことがありません。こちらに銅テープが貼られている部品がありますが、これはスミダの変圧器です。日本のメーカーですね。全体的に銅テープが貼られていて EMC 対策がされていました。先ほど取り外した外装部分をよく見てみると、グラファイトシートと変圧器の銅テープは電気的に接続するようになっています。ちょうど銅テープのこの部分とグラファイトシートのここの部分です。これは変圧器で発生した熱を逃がすというよりかはグラファイトシートをシールドのように使っている可能性が高いです。これは簡易的なシールドっていうことですよね。熱の伝導については入力フィルターのコアの部分と電解コンデンサーについてはグラファイトシートに接触しているので熱はここから逃がしていますね。ですので、こちらのグラファイトシートの役割としては、シールドと熱拡散を同時にやっているということでしょうか。先ほど温度のところでも少し話しましたが、サーモグラフィーで外装を見てみると、ちょうど変圧器の部分が一番熱くなっていました。次はプリント基板側も見ていきます。基板側の外装部分にはゴムシートが使われていました。これは部品と外装が直接接触しないように使われているものかと思います。こういう風にゴムシートをかぶせる設計とかも USB 充電器だとあまり見ないですね。そもそもこういう部品を入れるのもお金かかりますからね。お気づきの方もいるかと思いますが、ゴムシートの下にはやはりグラファイトシートが貼り付けられています。基板側を見てみるとこういう風に接触するピンのような部品が実装されています。これもグラファイトシートと基板のグラウンド電位を電気的に接続することでなんちゃってシールドを作っているということでしょうか。それプラス熱拡散も兼ねているとは思いますけど。ちなみに基板上で左側はコンセント側で右側は USB の出力側なんですね。それぞれのグラウンドのところからピンが生えています。なんですけども一応グラウンド自体は分けられているんですね。なのでグラファイトシート自体も2枚に分かれていてそれぞれ基準電位が違っていても使えるようになっています。さらに分解しました。主に3ブロックに分かれていてプリント基板、受動部品が載っているブロックが2つです。ブロックごとに部品を作っていって、プリント基板の上にこの順番で載せていって、最後リード部品をハンダ付けでしょうね。例えばこちらのブロック、樹脂部分のところに穴が開いていて、その部分に通していったり、こういった細かいところのハンダ付けとか、あとは部品の接着とか、組み立てはかなり大変そうですね。部品についてそれぞれ見ていきます。並活用電解コンデンサはキャプソンの105度品でした。IC 類への電源供給を担う電解コンデンサもキャプソン製です。こちらのブロックについているスミダの変圧器ですが、コアの形状が四角ではなくて少し変形したようなコアを使っていました。ちなみに変圧器コアの真下にパワー半導体部品がこういう風に収まります。こういった絶妙な設計とかをする必要があるので、なかなか大変そうですよね。次はプリント基板上の半導体部品を見ていきます。これは全波整流用のダイオードです。メーカーはダイオーズです。反対側の面のこちら、パワーインテグレーションズの ZN1612F という電源 IC です。メーカーのホームページ見てみるとこの製品は見つからなかったので多分 Apple 用のカスタム品だと思います。また基板を反対側に戻してこちら、虹側の同期整流用の N チャンネル MOSFET です。オンセミの製品です。次はこれロードスイッチですね。アルファ&オメガセミコンダクターの N チャンネル MOSFET です。そしてその右にある部品、これは USB PD のコントローラー、インフィニオン製です。こんな感じで半導体部品については主要な部品はアメリカもしくは欧州メーカーが多いですね。このような部品は実績があるから使うというのもありますし、政治的な理由で中国メーカーの部品が使いにくいというのもあるかもしれません。はい。というわけで Apple の新型 USB 充電器を分解レビューしてきました。分解してみると他のメーカーの USB 充電器とは作りが明らかに異なっていてかなりしっかりとした製品であるということが分かりました。ただ他のメーカーの2倍の価格差になるほどの作りかっていうと何とも言えないですね。これについては他のメーカーが安すぎるという可能性もありますし Apple がブランド分の料金を乗せているという可能性もあります。
でも見た限りですとやっぱり価格なりのですね、良い作りはしていると思います。前回の動画でも話したんですけど、他のメーカーでもっと安くていい製品はたくさんあるので、わざわざ Apple の充電器を選ぶ必要はないかなとは考えてます。ちなみに概要欄に Amazon で買えるおすすめの USB 充電器のリンクをまとめていますので、興味のある人はぜひ確認してみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。ちなみに前回の動画公開時には iPhone 17はまだ発売されていませんでした。今はこういう風に手元に届いたので、一旦充電試験をしてみます。iPhone Air の場合は一応 45W で通信していますけども、実際の充電電力は 20W 程度となっています。iPhone 17 Pro の場合はどうかというと、こちらも一応 45W で通信はしていますけども、実際の充電電力は 30W 程度です。ちなみにこの iPhone は分解用です。